皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。みんなが大好きなこの七福神、今日はこの七福神のお手入れをしていこうと思い、今枯葉を取っているところなんですが、撮影しながらの片手での枯葉取りはちょっと難しいです。枯葉を取り除いてみると、すでに横には小株が出ています。実は今枯葉を取っているこの七福神ですが、ロゼットの色が半分少しおかしいなって思い、風通しを良くするために枯葉を取り除いているんですが、どうやら少し遅かったようですね。すでに蒸れていて、軽く触っただけで葉がポロポロと落ちてしまいました。今回蒸れた原因は、風通しの悪さと春の雨に長く当たっていたせいだと思います。しかも曇り空が続き、土が乾く前にさらにまた雨が降り、土が濡れての繰り返しで蒸れてしまったんでしょうね。春の雨でこれですから、梅雨が来るのが心配ですね。この七福神は成長点付近が大丈夫そうなので、このまま様子を見ようと思います。そしてこの七福神の寄せ植えも雨ざらしにしていたせいで、セダムの勢いが止まりません。すでに七福神の上に覆いかぶさってきています。そういえばこの七福神をいただいたのもちょうど今頃で、我が家にお迎えしてから1年が経ち、今の鉢に植え替えして、こんなに立派な七福神の寄せ植えに育ってくれました。今から枯葉を取り除いていこうと思ったんですが、先にセダムに埋まってしまった多肉を救出していきます。この星の王子は土に刺していたのが抜けて倒れていました。空いているスペースに植えていたこの七福神もスノープリンセスに埋もれてしまい、窮屈そうだったので、これも抜いてまた他の場所に植え付けしたいと思います。この抜いた七福神も枯葉を取りきれいにしておきました。さらにスノープリンセスをかき分けていくと、その先にももう一つ七福神が埋もれていました。この七福神も無事に救出できました。この抜いた2株はセダムの下に隠れていたせいで色が薄くなっていましたね。こういう場合はすぐに日に当ててしまうと葉焼けする可能性があるので、植え付けした後に少しずつ日に慣らしていきましょう。月の王子は倒れやすいので、枯れた下葉を外して茎を長くしてから差し直ししました。それでは七福神のロゼットの外側についている枯葉をすべて取っていこうと思います。この七福神はとても小吹きがいいため、枯葉に隠れて小株がついている場合があるので、小株を傷つけないように注意しながら枯葉だけを取り除いていきます。この枯葉取りは意外と手間のかかる作業ですが、この枯葉取りの作業意外と好きなんですよね。枯葉を取る時のカサカサ音や枯葉を取った後の達成感がたまりません。皆さんは多肉の枯葉取り好きですか？その他の好きな多肉ごとがあればぜひコメントしていってくださいね。
ロゼットの周りの枯れ葉を取り、すっきりした七福神。株元を覗いてみると、小株がたくさんついていますね。これで小株を蒸らすことなく大きく成長させてあげれるといいんですけど。こっちの七福神はどうでしょう。ここにも小株がついていましたね。このまま育ててもいいんですが、あまり子だくさんだと小さい小株が成長できないため、少し間引いていこうと思います。この群生になっている七福神のどの株をカットすればいいのか、とても悩み、結局悩んだ挙句カットしたのはこの小さな株でした。今回は小さめの株をいくつかカットしていますが、後々思ったことは、大きな株をカットして小さな株は親株につけたまま、大きくなってからまたカットすればよかったなぁと今更後悔です。というのも、小さな株は夏の暑さでダメにしてしまうことが多い私、それをすっかり忘れていました。しかももうすでに一つダメにしてしまった七福神があるんです。今カットした七福神も小さいので、夏を元気に乗り切ってくれるかとても心配です。七福神をカットした場所はぽっかり穴が開いていて、これで少しは風通しも良くなったかな。このスノープリンセスもまた改めてカットしようと思っているところです。そしてここにもセダムに埋もれた七福神がありました。軽く引っ張るとすぐに抜けましたが、茎がこんなに伸びています。下葉は樹れたり枯れたり、徒長しているのがわかりますね。余分な葉を取り、これは試しに葉差ししておこうと思います。この他にカットした株が3株と抜き苗が2株、今日は計6個の七福神を収穫しました。植えるところが決まるまでは、とりあえず仮植えで不織布のポットに植えています。葉差しもしておきました。残りの一つはダメにしてしまった七福神の代わりにこの場所に植え付けました。この七福神、半分は畑に植えてみて様子を見るのもいいかもしれませんね。最後にちょっと気になるのがこの寄せ植えです。やはりスノープリンセスや他のセダムがエケベリアの上に覆いかぶさってきてしまっています。とりあえず気になるところだけ手で摘んでおくことにしました。下にはすでに樹れている多肉もあり、これもやはり処置が遅かったようです。これからの季節は特に湿度も高くなるため、雨ざらしにする多肉には注意が必要です。多肉の寄せ植えを可愛くキープするためにも、セダムが伸びてきたと思ったら、こまめに仕立て直しをしましょう。暖かくなり、カットしてもすぐにセダムも伸びてくれるため、ここは迷わずカットですよ。このように鉢の外に垂れ下がっているセダムはカットしなくても大丈夫です。
このような枯れ葉や樹れた葉は取り除いておきます。はい、ということで今日は最後にこの寄せ植えの仕立て直しになってしまいましたが、今日のメインは何といってもみんな大好きこの七福神です。枯れ葉取りからカット、そして葉差しをしていきました。いかがだったでしょうか。この七福神も肥料が好きなため、肥料を与えることでたくさんこぶいてくれますよ。皆さんも七福神をたくさん増やしてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも励みになります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。